はい。地中水明診断士のたけるです。今日もね、ブラインド TM プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日はね、通年平成の陰性の陰樹の仕事、適職の特徴と芸能人といい方向に行くポイントを見ていきます。陰樹はインテリ性名誉学問の星と言われております。また変異と同じくね、長くなってしまったので、前半後半に分けてお話します。どうぞお付き合いください。ついに長かった通変性もね、陰樹で最後になりますね。わからない通変性はね、何度も見返してご自分に役立てていただけたらと思います。ただね、人間ですので、得意不得意はありますので、そこはね、今回ね、厳しめにお伝えいたします。そしてこの陰樹はね、学んだこと、情報収集したことをね、分析、整理して、そして世にね、教えたり伝えたりするのが得意なんですよね。地道な努力もできる暗示があるため、学者や研究職、先生、医療系、宗教家、学科、著述家、タレントなどがね、適していて、学術や資格などにもね、強くて、あるいはね、技術や技能を要する分野にもね、適職があります。またね、アイディアや知性、あるいは企画力やセンスを要するような分野でね、活躍するのがいいんですよね。誰も手掛けてないね、ニュービジネスではね、意外と成功することもあるんですよね。これもね、名式のバランスにもよりますけども、広い人脈はね、あまり望めない傾向でもあります。金融業やね、営業関係も、あまり向いていない傾向もあります。またね、新規の取引先などの契約などもね、苦手の面もあります。そしてね、補足なんですけども、陰樹の品格の高さゆえにね、人に譲って接しなければならないね、職業やサービス業にも向いてない傾向もあります。そういったことからね、会社であれば、固い環境のところがね、いい傾向があります。そして、陰樹さんはそういったところからね、周りからの信用が高くてね、地位や名誉を得て成功することができるでしょう。またね、想像力に富んでいるためね、革新的な発明や発見をする方もいます。しかしね、それがゆえにね、陰性が退化するとね、天狗になり、女性の場合はね、口うるさくなったり、男性の場合はね、理屈屋のようになってね、周りから見るととっつきづらい人間になってしまう傾向もあります。けどね、基本的には常にクールでいて、誠実で穏やかな性格と言えます。ですのでね、基本的には人との間にね、問題が発生することはないと言えます。陰樹の方はね、研究の結果などでもそうなんですけどもね、本当はなかったはずの A というね、道なき道をね、B という道に繋ぐこともできる気質がね、陰樹にはあるんですよね。これはね、統計学的に導き出したね、結果ではなくてね、ある特定の情報から仮説を立てることが得意な傾向でもあるんですよね。例えばね、これはね、ある研究などで成功した例があれば、その成功したことをね、活かして、プラスアルファでね、何か新しいことを見出せれないかなので、常に何かをね、きっかけに新しい身をね、切り開く天使の力を持っています。まあね、言い方を変えれば、常にね、違う視点から物事を捉える力が備わっているというミラクルな星です。いわばね、頭の中が、何回ジグソーパズルのようになってとも言えます。で、毎回なんですけども、このチャンネルでは、今のあなたの本質、伸ばすべき長所と、改善すべき短所や人間関係や価値観、仕事の才能、恋愛、健康、結婚の悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分がどんな性質を持っているかのね、そんなあなたの悩みをいい方向にグランともに向かわせていく説明をね、このチャンネルではしていますので、自分自身をもっと知りたいという方や、知って幸せになりたいという方はね、手助けになれるかもしれませんので、よかったら最後までご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。で、現在ですね、通性というあなたの人物像がどのようなのかもわかる、星を学んでいますので、出し方がわからない方は、過去動画を参照か、概要欄にね、名式ツールのリンクを貼っていますので、参照していただけたらと思います。それで、今はこの部分、陰樹性についてお伝えしています。また、通変性とはね、簡単に言うと、その人が持つ基本的な内面の性質になります。ただね、陰樹性の仕事的職における特徴ですね。こちらになります。これからね、ボードに出させていただきました。予測することが得意。予測することが得意。温厚で平等。温厚で平等。企画や知恵。企画や知恵。論理的、情報の発信、ですね。予測することが得意で、知恵を使いね、ある程度の問題や答えをね、即分析することができるんですよね。基本的な情報が固定されるとね、物事の未来を予測することができ、素早くね、臨機応変な対応ができたりするんですね。それらの特徴をね、活かすとなると、同じことを繰り返す作業のような、ね、職業よりも一定の自由があってね、自分から自由に動ける職がいいんですよね。実際ね、僕の知り合いでもね、小さい頃からね、勉強にそこまで時間をね、かけなくても、勉強がめちゃくちゃできるやつがいましたね。なぜかわからないんですけども、話してもね、たまについていけなくなるぐらいね、発想力に長けていました。まあ、そいつはね、大学卒業してね、大手の会社の内定もね、蹴ったり、転職もね、大手に入って、早くね、転職もして、誰よりも早くね、先を読んで、今後強みになるであろうね、分野に、海外に挑戦しに仕事にしに行きました。まあ、陰樹さんらしいですよ。またね、温厚で平等で、基本はね、誰かと対立しないようなね、温厚な性格である上に、根はね、平等でありたいという心の持ち主でもあります。自分の言動がね、人によって変化することはね、ほとんどなく、それがね、上司とぶつかってしまうようなことはあまりありません。ですので、名誉、自己実現欲求はね、旺盛でね、
職業の種類とかよりもね、能力、メンタル重視で選択するとね、信頼とともに将来性が大きくなるんですよね。前にね、スタップ細胞の研究をしていたおぼろかったさんっていう方もね、確か陰樹でした。僕はあの時にね、実はヘルニアでね、3ヶ月間ぐらいね、ずっと家に引きこもってたので、よく覚えてます。ちょっと話がそれるんですけども、あの時の3大ニュースがね、なかなか面白いことがありました。ご存知の方いますか？ごめんなさい。話は忘れましたけども、次、企画や知恵ですね。企画する力があるので、その企画をね、実現できる場のある仕事についても楽しく働くことができます。しかしね、サービス、肉体労働系は心身ともに疲労してしまうので、向いていません。そういうね、仕事に就職した時はね、何かマニュアルを教えるポジションにね、なれるように努力しましょう。またね、勉学好きで、享受することも得意なんで、ですのでね、自分の知恵を伝える仕事に向いています。やはり。で、論理的で、社内などではね、知恵的なポジションをそつなくこなしていける陰樹さんなんですよね。例えばね、逆に部下が陰樹を持っていたらね、できる限り論理的に説明してあげた方が伝わるはずです。ただね、陰樹は、そして品性が高い星なので、敬ってもらえるととてもね、親しくしてもらえるんですけども、一方でね、感情的に話したりすると、この人はね、自分よりバカだと思ってね、見下されてしまうので、注意しましょう。で、次、情報の発信ですね。このようなことがある一方ね、悪く出ると、知識があってもね、行動が伴わなくなりやすいので、知識をね、覚えるだけではなくてね、できるだけ、外へ発信した方がいいんですよね。特にね、今は良くも悪くも手軽にアウトプットできる時代になりましたので、誰かに自分の知識を教えることがね、自分の役割ということもありますので、いらないものをね、見定め、綺麗さっぱりね、切り捨てて物事を決めることが大事なんですよね。で、まとめですね。予測することが得意。予測することが得意。温厚で平等。温厚で平等。企画や知恵。企画や知恵。論理的。論理的。情報の発信。情報の発信。ですね。ですので、ね、一般企業に就くときもね、自分の品性を崩さないでいられる、名のある企業でしたり、一流企業を選択する傾向もあります。またそこでね、今回の気質を活かせるような職業が向いてたりするんですよね。勉強するのが好きでね、人を包み込めるような気質もあるので、しっかりと落ち着いて物事を人に伝えて先導していくことが、重要です。またね、陰樹は地頭の良さから試験に合格する力があるので、国家資格のいる仕事にも適性があります。また陰樹はね、一人でするような職業にも耐性があります。一つの事柄を追い求める気質もね、活かせる職業として、陰樹はね、物事を自分のものにできる力がね、強いため、適性のある職はね、多いんですけども、一つのことをね、研究できる、でしたり、追求できる仕事がいいんですよね。勉強するというね、過程を重視する気質があるので、組織ならばね、確率で計画性のある、能力の得られる環境に飛び込むと才能を発揮します。僕の場合ね、研究というね、木の文字もね、見当たらないので、忍耐性がね、そういったのが羨ましい。今日はここまで。次回はそんな陰樹さんの仕事の特徴の続きと、芸能人、いい方向に行くポイントについてお話しします。次回はね、そんな濃い方々とね、僕が変わるきっかけの人物も説明します。楽しみにしていてください。また感想などコメントください。全部見てます。で、概要欄にね、Twitter、Instagram のリンクも貼っていますので、今後、配信情報など、都度更新していきますので、友達追加よろしくお願いします。ではね、今日はここまで見ていただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。